こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを自作する企画。前回の動画で電源スイッチの配線が完了。PC が起動し Windows インストールまで実施しました。が、かっこ悪い部分があります。と思っていたら、全然前回の動画にナイスコメントが。これだ。ということでメッシュを新しく設計。モデルはいつもアイキャッチに登場しているレオくんです。似てるかな？普通にレジンで 3D プリントしてもいいのだけど、もうひとひねりしたいところ。で、密林を散策していたらこんなの見つけました。UV ライトで光るタイプのフィラメント。今年の超会議のテーマカラーはレインボーらしいので、ちょうどいいかも。でも FDM の 3D プリンターは持ってないんだよな。ということで、今回も FDM マイスター、こときよさんに、甘えさせてもらいました。こんなにたくさん、本当にありがとうございます。UV ライトで確認。ちゃんと光りました。ケースファンの LED を UV タイプに換装して、裏から UV を当てたらめっちゃ目立ちそうです。ということで、羽が光るタイプのファンを買いました。オールテックの ARGB 対応 120mm のケースファン。密林にはたくさんの商品があるので迷ったのですが、デイジーチェーン対応のこのファンを選びました。ファンとファンを連結するだけ。ファンとファンの間のケーブルは必要ないらしい。で、この簡単なデイジーチェーンタイプのファンだと、リアンリーってメーカーが有名みたいなのですが、高いんです。だいたい倍のお値段がしました。あと、リアンリーのファンはコントローラーがあって、SATA の電力供給が必要なので裏配線が大変そう。これ以上に裏配線で苦しみますわちょっと。ということで、オールテックのファンを買いました。連結部分はこんな感じになっていて、ちょっと硬いですが、こんな感じではまります。ファンとマザーボードを接続するケーブルは、だいたい50センチぐらいありました。ファン側はモーターと LED のコネクタが一つに、まとめられています。マザーボード側はファンと ARGB のコネクタに、分かれているので、それぞれのコネクタと接続します。ケーブルの配線はこれだけ。不必要なコントローラーや SATA 接続がないので、かなりスッキリ配線ができそうです。いざ光らせてみましょう。PC 起動時はレインボーに光りました。ファンの軸の部分に LED が入っているので、放射状に光る感じですね。で、ここで気になったのが、左側は中央のミラーがブレッブレになっている。映り込みがグワングワンしてます。3セット入り2個で計6個のファンを買ったのですが、左の1つだけブレがひどかったです。まあ、使うのは4個なので問題はないのですが、消灯するとこんな感じ。マザーボードの ARGB コントロールに問題なし。まあぶっちゃけリアンリーみたいな専用コントローラー。専用ソフトはあまり必要ないですよね。どうせ LED 光らせて遊ぶの最初の1日だけだし。常時光らせるとしても、単色で常時点灯だから。部屋を暗くするとこんな感じです。iPhone カメラ感度が高すぎて白が飛んでますが、こんなに明るいってことはないです。ただ肉眼で暗いって感じもしなかったです。白の発色も悪くないと思いました。音は、マザーボードの設定加減 1000rpm では静かですが、マックスの 1800rpm ではそこそこの音がしました。まあ、数値も比較対象もないので感覚だけですが、5個連結させるとこんな感じです。LED の輝度が落ちるようなことはなかったです。最大接続個数は見つからなかったのですが、使用書によると5つのファンあたり定格 0.28A なので、ARGB の定格出力 5A から考えると15個ぐらい、連結できそうです。
今試そうとしているのは付属の延長ケーブルで、連結同士を分割して接続できるかの確認。できるみたい。これは便利ですね。これならフロントと天板の離れた位置にファンがあっても一つの回路にできるので配線がスッキリです。あとこの中央のミラーの部分、イカリングが奥に続いているように見えるギミック。インフィニティミラーというギミックらしいのですが、かっこいいですね。こんなギミックを沸騰冷却 PC にも搭載してみた。ということで、インフィニティミラーを作ってみようと思います。用意したのはこちら。棒ためにならない人御用達の発泡 PP シート黒。フロントパネルのアクリル部分をミラーにするつもり。で、その光源を UV-LED にしてしまえば一石二鳥。という算段です。ちなみにインフィニティミラーとは、ミラー鏡とハーフミラーを向かい合わせに設置すれば良いらしいので、鏡を入れるボックスを作ります。ハーフミラーはアクリルで代用できるかなと。で、ざっくり設計して実寸で印刷したものがこちら。今回は黒い PP シートなので寸法が書き込めない。なので、実寸で印刷した図面をステック糊で貼り付けて、加工の目安にしていきます。発泡シートは厚さ 2mm なので、カッターで簡単に切断できます。加工が終わったらお湯で洗えば、紙が簡単に剥がれます。鏡にはシート状のミラーを使用します。貼り付ける面と同形状に切り抜いて、シワができないようにボックスに貼り付け、コッパで直角を出しつつ、瞬間接着剤でボックスを組み立てます。ファンはこんな感じで取り付けます。このままだと隙間から紫外線が漏れてしまうので、厚さ 10mm のスポンジテープを貼って周りを囲みます。ボックスはこんな感じで完成です。UV-LED は USB 給電 5V のものを購入。1メートルあたり60個の SMD5050 規格 LED 付き。単純計算すると 28.8W/m の消費電力なので、USB 3.2 Gen 1ポート 4.5W でも足りないですが、紫外線危ないし、本気を出す必要はないかなと。ついていた両面テープは接着力が貧弱だったので、ちょっと矢で剥がしてやりました。金属部分の色が白のままだと鏡で反射しそうなので、黒く塗装することに、約60個の LED の部分にマスキング。その辺に落ちていた段ボールに巻き付けて、瓦で塗装をしてきます。してきました。色は艶消しブラックです。約60個のマスキングを剥がして、プラスとマイナスの線をそれぞれ決線します。ハンダ部分はグルーガンで保護。両面テープは黒色で強力なものを使用しました。ボックスの側面に這うように LED を取り付けます。LED の接続側にコネクタをつけて完成。点灯確認。問題なさそうです。ケースに取り付けるために、急沸騰冷却 PC からラジエーターを部品取りします。ちなみに半年以上放置していましたが、圧力上昇はなかったので、漏れはなかったようです。まずは希少なノベックを回収。どうやら背中を言わしてしまったようです。超希少なノベックを最後の一雫まで回収しようと、2キロぐらいある急沸騰冷却 PC をフリフリしていたら、背中に電流が走りました。背骨の両側の内側の方の筋肉を痛めた模様。とりあえずロキソニンというエリクサーでしのいでいます。が、Twitter で実施中の100日後に腹筋がの企画は、しばらくお休みすることに、ということなので、腹筋に飽きたわけではないです。背中が治ったら再開するのでしばらくお待ちください。ロキソニンの力で組み立てていきます。ラジエーターを仮組みして、ファンを取り付けます。ラジエーターの高さを微調整しながら、UV-LED ボックスを取り付け、アクリルパネルを上から差し入れて、上部のアルミフレームで押さえます。スイッチパネルをはめ込めば完成です。今回は動作確認なので、配線は適当に済ませました。
おっと、大事なものを取り付けるのを忘れるところでした。レオくんの方は耳付きなので、ファンに吸い込まれる心配はないですが、の世の文字の方は吸い込み対策もしなくちゃですね。いざ起動をしてみましょう。スイッチオン。スイッチオン。ファンがレインボーで光り出しました。UV-LED は、リモコンスイッチで操作できるようにしてあります。点灯。奥の方が暗いかな。部屋を少し暗くするとこんな感じ。真っ暗だと。インフィニティミラーの手前から2列目。鏡に反射した光までははっきり見えてますが、その奥になると極端に光が弱くなりますね。多分、ハーフミラーの役割をしているアクリルの反射率が小さいからなのかと。なのでハーフミラーになるフィルム、密輪でポチっておきました。まあ、想像していた3倍ぐらいはよくできたので、フロントパネルだけじゃなくて、天板側のパネルもやってみようかな。と思っています。なので次回もインフィニティミラープラスアルファになる予定。ではでは。